グレッツィメロディです。初めてのスイスにやってきました。昨日の午後に電車で約8時間かけてウィーンからチューリッヒまで移動し1泊しました。スイスはヨーロッパ中部、私が住んでいるオーストリアの西に位置します。九州と四国を合わせたくらいの広さで、人口はおよそ880万人、国土の6割がアルプス山脈で覆われています。ウィーンからは電車で約 7.5 時間です。今はルツェルンに向かっています。実は今晩、ある特別なイベントに参加します。いよいよナイトハイクです。ルツェルンに到着しました。チューリッヒからルツェルンまでは電車で約40分です。チューリッヒやルツェルン、ベルンなどの大きな駅では基本的にロッカーが設置されているので、大きな荷物がある場合はロッカーに預けて街を観光しましょう。結構広くてスーツケース2個と、バックパック2個入ります。最初 XXL サイズが全部なくなっていたのでちょっと心配してたんですけれども、 XL で十分荷物入りましたね。はいはい。支払いが済んだら QR コードが書かれた紙がプリントアウトされます。ルツェルンのカペル橋です。ロイス川に架かるこの橋はヨーロッパで最も古い木造の橋と言われています。ルツェルンを敵の攻撃から守ることを目的に、なんと1333年に建てられた屋根付きの橋です。八角形の塔、バッサートゥルム、水の塔と呼ばれています。実は昔地下に牢屋があったと言われています。牢屋、拷問室、金庫、いろんな使い方をされていたそうです。橋の中に飾られている三角形の絵画はルツェルンの歴史や伝説を描いています。絵画は計111枚あったそうですが、1993年8月17日、この橋で大きな火災が起こり81枚が焼けてしまいました。ここにあるのはオリジナルです。カペル橋を抜けたところに市場がやっていました。毎週火曜日と土曜日7時から12時頃までボーヘンマルクト週市場が開催されています。ホーフ教会にやってきました。ホーフ教会の起源は8世紀735年頃に、初めはベネディクト修道院として建てられたそうです。1633年に火災によって全焼したそうですが、わずか6年で建て直されたそうです。オルガンの音をよく聞いてみると、雨のような音が聞こえます。オルガンに雨の音を再現するドラムのような装置がついているそうです。このマリア・エンド祭壇は15世紀の作品で、火災から奇跡的に救われたそうです。ライオン記念碑です。
自然の岩壁を削って作られたそうです。フランス革命時1792年8月10日に革命家がパリのチュイルリー宮殿を攻撃し、何百人ものスイス傭兵が命を落としたことを偲んで建てられたそうです。世界で最も悲劇的で感動的な石彫りと称されています。フランス王権の象徴であるユリの紋章を持つ盾と、隣にはスイスの紋章の盾、ライオンは突き刺された槍に倒れ、ユリの紋章を持つ盾を抱える姿で表現されています。記念碑の上に刻まれているラテン語の文字は、スイス人の忠誠と勇気に捧ぐという意味を持ちます。今回の旅行はなるべく食用を抑えるためにスーパーで食べ物を調達することにしています。今朝、ウィーンで買った似たようなパンを朝食のために持ってきて食べたんですけども、ウィーンで買ったものは 1.9 ユーロぐらいだったんですけど、3.2 3.2フランだから 3.5 とか高いな。めっちゃ美味しそう。1つ10ユーロ近くしますけども、普通にこれで全然いけそうだね。美味しそうだね。すごい種類が豊富。スイスのチョコレートはとっても美味しいので有名です。一番美味しいチョコレートをたくさん持って帰りたいので、旅行の初日にいろいろ買ってみて試食したいと思います。多すぎて分かんないねえ。いやー、どれにしよう。やっぱりチョコレート安いですね。しかもラッキーなことにセールやっています。セールはちょっとパックで買わないといけないけど、すごいいろんな種類が売っている。スイスのチョコレートブランドレーダラッハです。創業1962年、世界中に約200店舗も展開しているそうです。日本は残念ながら常設店舗がなく、スイス旅行の際はぜひ。スーパーのチョコより高価ですが圧倒的な美味しさでした。スイスは物価が高いですが、一つお財布に嬉しいことがあります。それは街中の噴水などでとっても美味しいアルプスのお水が飲めることです。水筒もしくはペットボトルを持ち歩いてみてください。
ルツェルンから電車で約40分離れたエンゲルベルグにやってきました。実は今晩ここである特別なイベントに参加します。スイスでは夜間のハイキングは原則禁止されていますが、年に一度だけ今年は7月12日と13日にシュバイツァー・バンダーナフトという、夜のハイキングイベントが行われます。町から歩いて約10分のケーブルカーの駅まで歩きます。約35人のツアー客と一緒に、参加します。お菓子とタグをいただきました。今回のこのツアーは2人で合わせて133フランでした。スタートは夕方5時、夜10時頃に終了予定のため、今日はこの町で1泊します。まずはケーブルカーで途中まで行きます。このイベントは毎年この時期の土日にスイス中で行われるそうで、今年19周年を迎えるそうです。約1ヶ月前に予約しました。ホームページ全部ドイツ語だなぁと思いつつ予約してみたら、やっぱり参加の皆さんドイツ語圏の方で、どこでこのイベント知ったのと皆さんに驚かれました。今回のルートはケーブルカーを途中で降りた場所から1時間半、ヘルツリコまでハイキングしてからみんなで晩ご飯を食べて、日が沈んだら元の位置まで山を降りるそうです。しんどいですね。結構。やばいやばいやばい。やばいやばい。置いてかれる。しんど。声をすごい近くまで来るね。わあ、かわいいけど怖いな。遠くに聞く牛の鈴の音、時々来る冷たい風、とっても美味しい、澄んだ美味しい空気が美味しい。ふう、よいしょ。うわ、よいしょ。Höchste Punkt mehr oder weniger erreicht von dieser Wanderung, Saddle-Eck, wie man so schön sagt. Aber ja, die es vorher auch nicht mitbekommen, ich habe es der Vorderste gesagt, das wäre jetzt eigentlich so der Beginn. Ja. いやー、とてつもなく景色が壮大すぎて、もう自分がこの世界にいることを疑ってしまうぐらいですね。目の前にそれがあるというのが信じられないです、本当に。もうこんなにしんどいハイキングは初めてなんですけども、もう It was totally worth it だね。お腹がペコペコなので楽しみです。いっぱい食べたいですね。
Ah, te vuelvo. Das ist übrig. ここではみんなで山小屋レストランの定番アルベンマカロニというスイス料理をいただきました。チーズとカリカリのガーリック、アッフェルムスというリンゴのソースをたっぷりかけて、マカロニチーズ好きのアメリカ育ちの私からしたら好みすぎる味でした。今後チューリッヒも観光予定で、隣のチューリッヒ在住の方がおすすめを教えてくださいました。食後にはスパイスケーキのデザートも。デザートを食べていたら別の参加者が今池がとても綺麗だよと教えてくださり、池まで行ってみると、今回のツアーの他の参加者はスイス在住の方がほとんどで、私たちが唯一のアジア人でした。なので初め少し不安を感じていましたが、ツアー中に話しかけてくださったり、ガイドさんの説明を訳してくださったり、とっても親切にしてくださいました。食後の後にお皿を片付けたら、デザートがあるよとか、今夕日で景色がとっても綺麗で写真映えするよとか、本当に皆さん優しくて感動しました。9時半から山を降ります。今は日が落ちるのを待っています。いよいよナイトハイクです。いよいよナイトハイクです。いよいよ出発です。日が落ちて一気に寒くなってしまいました。今山の上は13度です。防寒着を十分持ってきてなかったのでちょっと後悔しています。寒いです。結構下り怖いですね。うわ、よいしょ。皆さんものすごいスピードで降りていきます。景色はこんな感じ。杖が欲しくなりますね、私も。よいしょ。明かりのある場所からケーブルカーでエンゲルベルクの町まで戻ります。山の上は震えるほど寒いのに、言葉では表せないほど美しい自然と人々の優しさに癒され、心がほっと温まる初めてのスイス旅行初日の映像でした。